海外の人と付き合ってる人とかいますか？まあまあいます。じゃあ私は初めて見た時にかっこいいって思っておタイプだったんですよ。タイプ Hi, I'm Koji from Lida Japan. Today, I would like to ask Japanese people if they want to go out with foreigners. 外国人と付き合ったことはありますか？ないです。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 もし自分が付き合うとしたらそれは大丈夫ですか？全然付き合います。はい。大丈夫です。言葉が喋れたら大丈夫です。ハードルとしては言語が課題かなっていう感じですか？高いです。お二人は日本の方とインドネシアの方で国際恋愛をされてるっていうことなんですけども、はい、初めの出会いの方をお伺いしてもいいですか？初めて出会ったのはバイト先だったんですけど、チャクラがまず日本に留学に来ていて、留学をしながら、群馬県のマクドナルドでアルバイトしていました。で、私はその時高校生で高校に通いながらマックでバイトをしていました。で、そこで出会いました。16歳とかですよね、はい、その時会った時はなんかお互いどんな第一印象だったんですか？綺麗な人いるなって思っただけ。じゃあ私は初めて見た時にかっこいいって思ってタイプだったんですよね。最初から話すわけではなかったので、はい、印象はもう見た目のことしかなかったです。優しい人だなとかもなく、もうタイプでかっこいい人だなっていうふうにはい、そうなんですね。外国人と付き合うことに対して自分は抵抗がないですか？全然ないですね。もし付き合うとしたらどんな人と付き合いたいですか？一緒にいろんな文化を教えてくれたり経験してくれる人がいいです。周りの人で海外の人と付き合ってる人とかっていますか？います。いる、はい、どんな国の人が多いですか？インターンに行ってるニュージーランドの人と付き合ってる友達がいます。それはニュージーランドでニュージーランドの人と付き合ってるってことですか？はい、そうです。なるほど。周りにいます。どんな国の人が多いですか？日本人とでも同じアジアの方とかですね。います。どんな国の人が多いですか？オーストラリア。自分の周りとかで海外の人と付き合ってる人とかいますか？まあまあいます。何人か。どんな国の人が多いですか？私の周りはマレーシアかアメリカが多いですね。アピールを始めたのはどちらからなんですか？アピールで言うと私なんですよね。そうなんですね。私がもうタイプだったので、はい、私から連絡先を聞いて、はい、ちょこちょこメッセージをするようになって最終的に告白してくれたのはチャクラです。そうなんですね、はい、そこから出会われてこの結婚っていう道のりまでどういった風な経緯があったんですか？結婚までで言うとまず出会って1年後くらいにやっと付き合うんですけど、で付き合ってすぐ同棲を始めて、で同棲をした 2,3 ヶ月後くらいにチャクラが留学が終わるっていうので、インドネシアに帰らなくてはいけなくなってしまって、でそれを機に私もじゃあどうせだったら私も一緒についていくっていうことでもう同棲していたので、はい、もうチャクラがいない生活がもう考えられなくって、なのでもう一緒についていくっていう感じでついていって結婚しました。今まで海外に行ったり留学したりした経験ってありますか？あります。マレーシアに1回とアイルランドに1回行きました。で他にも、旅行ですけど10カ国以上海外は行ったことあります。その留学経験の中で外国の方と付き合った時に問題となりそうだなって思ったことってありますか？やっぱりなんか生活に対する価値観の違いはちょっと違うのかなと思いました。なんかそれこそ海外の友達はたくさんいるんですけど、日本人はよりプライベート、一人の時間だったりっていうのを大切にする傾向にあるっていう風に感じたんですけど、でも海外の人たちはなんかいつでも友達とパーティーしてたいみたいな、そういう、価値観じゃないけど、そういう生活だとちょっとなんか付き合うのは難しいのかなって思う時もありました。さっきその外国の方と付き合うのは OK っておっしゃってたと思うんですけど、もし付き合うとしたらどんなことが問題としてありそうですか？なんか文化とかが合わないとかですかね。例えば何かありますか？食事の趣味とかですかね。言語の壁ですかね。はい、もし海外の人と結婚するってなった場合、それも大丈夫ですか？相談によります。どんな相談ですか？なんかどれぐらい歩み寄れるかとか、相手の家族とか認めてくれる。もし付き合うとしたらどんなことがこのハードルとかになっていきそうですか？身近に感じるのは宗教ですかね。そのしおりさんがご両親
それからチャクラさんがご両親にいわゆる外国の方と、結婚するっていうことを報告した時にどんな反応でしたか？私はもうすでに同棲していたので、私のお母さんも覚悟していたじゃないけど、なんとなく察してはいたと思うんですよね、この人とっていうのは。なのでなんかバリにまず行くって言ったんですよ、結婚より先に私もバリについていきたいっていうのをまず言ったら、いいなバリって言われたんですよ、そうなので全くもう反対とかはゼロでしたし、背中を押してもらえた感じですね。へえ。で今もう結婚されてじゃあ何年経ちます？4年半とかですかね。もうこの4年半の結婚生活の中で、やっぱり生まれも育ちも違うっていう人同士が同じ家に住む中で今不満とかそういったものってありますか？そうですね、やっぱり食べるものが違う、食べたいものが違うっていうのと、シャワーを1日2回か1回かとか、そういう生活習慣がまずもともと違ったので、そこはでも無理にお互い合わせることなく、お互い今まで育ってきた環境に沿って自分のしたい生活をするようにしてます。なので不満とかはないですね。もう自分の好きなようにやってるので、特に不満はないです。基本的にはお互いのそのままを受け入れてるっていう感じなんですね。そうですね。自分一人の時間も欲しいっていう感じですか？僕個人的にはそうですね。で、彼女がもしいろんな人とずっと楽しんでたいっていうなら、それはそれでいいですけど、自分は自分でプライベートの時間も確保しながら、関係を築いていきたいっていうふうに思います。じゃあ一人になった時って実際何してるんですか？一人になった時はもう自分がやりたいこと、ダラダラしたかったらダラダラするし、なんかご飯食べなくていいなって思ったら何もしないし、みたいな。掃除したくないなって思ったらしないし、みたいな。でも、そこにパートナーがいると、常にパートナーと自分の、なんて言うんだろう、間の選択を取らないといけないので、なんか自分の生活の一部にパートナーの価値観とかが入ってくると、すごくちょっとストレスに感じるんじゃないかなっていうのがあります。逆に海外の人が日本人と付き合うときにこれは気をつけた方がいいよっていうのはありますか？なんか独特の日本の文化というかマナーみたいなのとかですかね。日本人の女の子とかだったら結構リードしてくれたりとか、そういうなんか気遣いみたいなのは大事かなって思います。関係とかだとなんか愛情表現とかの仕方違ったりとか日本人少ないかなと思うので、意外と日本人は結構自分が悪く思われてるんじゃないかとか、なんか言葉に対してなんか被害妄想じゃないけどネガティブに捉えることが多分多いんじゃないかなって個人的には感じるので、ちょっと荒い言葉遣いをしたら日本人はちょっと傷ついてしまうことがあるかもしれない。だからそこの言葉遣いを気をつけたり、いろいろ心配してあげるとか、そういう関係を築く上ではそういうことが大事なのかなと思います。国際恋愛をする中でこういうことが大変だったよっていうのがあったら教えてもらえますか？恋愛の先になっちゃうんですけど、もし結婚するってなった時に結婚の手続きが本当嫌になっちゃうぐらい大変なんですね、もうやめたいってぐらい本当にいろんな市役所行って、領事館行ってみたいな、それを行ったり来たりしてこの書類あの書類とかってやるのがトータルで私たちの場合は4ヶ月5ヶ月ぐらいかかってるので、それはもう本当に大変でした。なんか最後にどんな人と将来付き合いたいなとかありますか？僕はそうですね。結構自立してる女性が良くて、で、自分プライベートの時間もすごく大事にしたい方なので、なんかお互いのプライベートを尊重しつつ、でもなんかそこには愛があるみたいな、そういう関係がいいです。どんな人がタイプですか？タイプリードしてくれる人です。はい。明るくて面白い人がいいです。好きなタイプは優しい人です